こんにちは。前回の動画で、調子こいてたら、ブルスクにやられました。機嫌を損ねたのか、その後は、パスワードすら入力させてくれない。身体極まったので、心を平静にして、考えてみました。そうだ、OS は再インストすればいいんだ。ということで、組み立てていきます。マザーボードごと、バックパネルを取り付けできるのは、CPU クーラーやグラボをつけたまま、ケースに搭載できるので、楽ちんでいいですね。IDE のケーブルを挿して、パラレル ATA の HDD と接続。HDD ベイが取り外せるのも、このケースの楽ちんポイントです。配線をして完了。起動しちゃいました。ダメ元でスイッチをオンしたら、一発で起動。完全に油断してたんで、動画撮ってませんでした。もしかしたら、あの能力を、無意識に使ってしまったのかも。とりあえず、CPU-Z で確認。CPU もグラボも、問題なく認識されています。で、早速ベンチマークを確認。OS が Vista なので、Windows Experience Index が使えます。結果がこちら。やっぱり、メモリーが足を引っ張っているようです。DDR266 なので、仕方がないですね。お次は古いベンチマークの代表。クリスタルマーク 2004R7 です。懐かしい画面。あれ？最後に OpenGL のベンチマークがあるはずなのですが、実行されませんでした。視聴者の皆様に、世にも奇妙なベンチマークを見せたかったのに。グラフィックスドライバーが古いのかなぁ、と思って、あれこれやってたら、もうなんか、めんどくさくなったんで、サクッと、Windows 10をインストールします。え？なかったことにされた。ダメ？まあ、いきなり最新ソフトなんて、びっくりしちゃいますよね。最初は、ヒノキの棒ぐらいがちょうどいいのかも。お前もか。仕方がないので、ナナちゃんを買いました。でけた？ 20 年前に自作した PC にも、ナナちゃんならインストール可能なようです。ナナちゃんからなら、Windows 10に、アップグレードできるそうなので、試してみました。そういうことか。Windows 10をインストールするためには、CPU の拡張命令セットが足りないようです。K7 のバートンコアで対応しているのは SSE までで、SSE2 が搭載されるのは、K8 のアスロン64からのようです。ちなみにインテルだと、ヘルメットのペン4から、SSE2 を搭載しています。
一応、ヒノキの棒でも確認しときます。ですよねー。ナナちゃんが無事インストールできたので、ベンチマークをやっときます。まずは Windows Experience Index。よくわかりませんが、メモリのスコアが上がりました。Vista だと 2.7 だったんですよね。のすけのメイン PC のベックちゃんだと 8.1 になります。単純に考えると、20年前のデュアル CPU は、2021年の普通の PC の半分ぐらいの性能ってこと？クリスタルマーク 2004R7 も、やっときます。ポリゴンに気をつけてね。来た。せっかくなので、4倍速でお楽しみください。舞い踊る CPU。はい、全然ダメでした。本当はこんな感じで、謎の空間から、大量の CPU がわちゃわちゃしてくる、恐怖映像をお届けする、予定でした。まあ、グラフィックスカードも20年前のものなんで、こんなもんなんでしょうか？で、クリスタルマークの結果はこちら。やっぱり、OpenGL が伸びてないですね。トータルでは46,585です。のべっくちゃんの結果は、7。